こんにちは、たかしです。本日は12月16日土曜日、週末ですので、来週18日からのポンド円、そしてドル円の相場の見通しをしていきましょう。最初にお知らせです。期間限定でテキストの割引販売をしております。FX を勉強するためのテキストをお探しの方は、クリスマス期間までのお得な割引をご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円、ここのところ直近では分かりにくい動きをしているんですが、大枠ではこの緑の平行チャンネルの中で動いております。現在はその下限付近に来ているんですね。この下限っていうのは過去、この黄色丸、ピンク丸を見ていただいても分かるように2度反発しているところ、今回が3度目の反発になるのかという、そういうところですね。一旦は反発して長い下髭で上昇したんですが、すぐに GMMA の青帯で上値を抑えられて再び下落してきて、現在はダブルボトムを作っております。ここから上昇していけるのかどうかなんですが、ちょっとこの上昇の仕方が弱いのは気になるところですね。もう少し上昇余地はあるとは思いますが、今日足のストキャスティクスも下落中ですし、ここの下限での反発からの下落っていうのは結構早いタイミングで下落してきているのと、今ダブルボトムとはいえ上値が重い、これは買い足を見ているとわかるんですが、結構上値が重い感じですので、このまま下抜けていく可能性もありますので、そこは注意ですね。ただし現在は何度も長い下髭を出している現在地付近っていうのは、過去ピンク丸、黄色丸を見ていただいても分かりますが、何度も下髭を出して反発しているところですので、やはりここを抜けてくるにはそれなりのエネルギーが必要になってくると思います。ですので、もしダラダラと下落してきた場合は急激な反発をする可能性もありますので、その辺は注意ですね。しっかりとこの辺のサポートゾーンですね、この辺にゾーンがあるんですが、そこを明確に否定するような下落になってくればいいんですが、それがいつ出てくるのかというところ、それが出てこない限りは次一旦の反発上昇をしていくんじゃないかと見ております。では4時間足です。4時間足はストキャスティクスが高値圏からデッドクロスしております。過去のこのデッドクロス、ちょうど今週の月曜日ですね、そこでのデッドクロスを見ていても、ストキャスティクスがデッドクロスからの下落のタイミングでチャートも綺麗に下落してきております。そして今回も金曜日デッドクロスして、そこからの下落になってますので、比較的分かりやすい下落の仕方をしておりますね。現在先ほど見ていたのがここでのダブルボトムですね。木曜日の安値、それから7日木曜日、1週間前の木曜日の安値っていうところで今反発をしてきております。ただし木曜日の上昇、そして金曜日の下落と結構浅めの上昇からの下落になってきております。ダブルボトムのネックラインがこの辺りですね、184円付近になるんですが、その辺付近まで全然戻せずに下落してきておりますので、このまま下抜けていく可能性も考えておきたいですね。ただしもうすでに2回反発しているところですので、次の下落がもう一度反発してくる可能性があるので、その辺は注意ですね。何度も反発して抜けられないのを確認すると次は上昇していきますので、例えば178円というこの白い水平線、ここを下抜ける前提で下がってきたところから売っていくっていうのは危険です。逆向きに大きく上昇していく可能性がありますので、もし戻り売りを考えるのであれば、しっかり上がってきたところですね、金曜日みたいにストキャスティクスが高値圏からデッドクロスとか、しっかり戻しをつけてからの次の下落の流れに乗っておくことが大切です。なので月曜日もう一度金曜日の高値ぐらいまで上昇してくれば、そこからの下落の流れを見ていてもいいと思いますが、今は基本的に下落トレンド中ですので、上がったところから売っていくなんですが、何度も178円付近を試しては反発しておりますので、次もう一度下落してきた時に再びそこで止められると、そこからは大きめの上昇になる可能性もありますので、ロングエントリーで考えるのであればしっかり下限まで引きつけて、ショートエントリーを考えるのであれば金曜日の高値とかまで上昇してくるのを待ってからっていうところを見ておく。どちらにしてもしっかりと引きつけるということが大切ですね。では1時間足です。4時間足では GMMA が下向きでした。ですので4時間足の GMMA に沿って綺麗に下落トレンドを描いておりました。ただし1時間足は GMMA を上抜けたり下抜けたりとしているので、チャートとしては分かりにくい動きをしておりますね。直近も木曜日上昇したんですが、結局 GMMA でサポートされずに金曜日は下抜けをしてきております。そして現時点では GMMA の青帯の下にありますので、売り優勢というところですね。インジケーターは方向感がありませんので分かりにくいので、まず週明け考えたいのは
は金曜日の高値、安値というところを意識しておく。金曜日の高値を上抜ければ次のラインまでオレンジの水平線があります 182.8 付近までの上昇。そして金曜日の安値を下抜ければ先ほど言いましたダブルボトムの下限ですね。178.6 付近になるんですが、そのあたりを目指して下落、もしくは178円ぐらいまで下落してくるかもしれませんが、その辺の動きを見ておきたい。ただ下がってくれば買われやすい、そして上がってくれば売られやすいですので、短く利益確定しておくのがいいですね。では次はドル円の冷やしから見ていきましょう。ドル円はオレンジの平行チャンネルを描いておりました。そこを下抜けて、そして一度下抜け戻しをつけてから今再び下落中。こちらもポンド円と似たような形なんですが、ドル円の方が弱いですね。現在はダブルボトムからの上昇になるのかっていうところ、冷やしではストキャスティクス安値圏にありますので、ここから売っていくのは優位性がありませんね。もうちょっと下落する余地がありますが、今白い水平線があります 139.4 というところ、そのあたりまで下落する可能性はありますが、ストキャスティクス冷やしのはもうそろそろ安値圏に入りますので、現在地付近から売っていくとダブルボトムからの上昇になる可能性もありますので、その辺は注意。なので先ほどのポンド円と同じように戻り売りを考えるのであれば上がったところから売っていく、そしてロングエントリーを考えるのであれば下がったところから買っていくっていう考え方ですね。現在地付近なんかダブルボトムで上昇する可能性がありますので、こういうところから次の上昇のイメージを持っておいてもいいかもしれません。では4時間足です。4時間足は白いトレンドラインに沿って下落をしてきております。ですので今回も上昇してくれば、このトレンドライン付近、この白いトレンドライン付近まで戻してくれば、そこからの下落の流れというのを見ておきたいですね。イメージとしてはこんな感じです。こういう動き方ですね。ですので逆に言えば、この辺りまでは上昇していく可能性を見ておきたい。ただ、この木曜日から金曜日にかけて全然動いていないんですよね。この安値圏で下げ止まっているといえばそうなんですが、安値圏に張り付いているという見方もできますので、週明けここから下落していく、このままダラダラと下落していくっていうことも考えられますので、そこは注意。ただしまずはここ現在地付近からの反発の上昇を見ておきたいので、その辺をイメージしておくのがいいんですが、ストキャスティクスそろそろ高値圏に差し掛かってもきてますので、ちょっとこのままダラダラと横向きの動きからの下落になっていく、そういう動き方もイメージしておきたいですね。理想的な動きはこのピンクの矢印ですが、そこまで上げてこれずに現在横ばいの動きをしてますよね。ですのでこのまま横の動きが継続すると、月曜日 GMMA の青帯がだんだんと下がってきますので、それにぶつかったところでの再下落という動き方をしてくるかもしれません。なので今のドル円ちょっと難しいですね。基本は反発してほしいんですが、反発しきれてませんので、このままダラダラと下落するとその流れにはちょっと乗りにくいかもしれないです。では1時間足です。1時間足には赤い水平線を追加しております。現在この赤い水平線、この過去の安値ですね、12月8日金曜日のこの安値になるんですが、そこが意識されておりますね。その辺が上値になっておりまして、そこが一旦の天井になってますね。そして下限っていうのはこのオレンジの水平線、これも過去のラインになるんですけれども、そのあたりで今は挟まれている 141.5 というオレンジの水平線から 142.5 という赤い水平線の間でのレンジになっておりますので、これをどちらに抜けるかですね。上抜けていった場合は次のオレンジの水平線ぐらいまで上昇してくるかもしれません。その場合は 144.5 付近まで。ただし今1時間足の GMMA の上にもし乗せてきたとしても、しっかりと GMMA にサポートされて上昇していく、そういうイメージを持っておくことが大切です。上抜けてもそれが騙しになって下落していくっていうことも考えられますので、もしここから上昇をイメージするのであれば GMMA の上に乗せて GMMA がだんだんと上を向いてきますので、そこにサポートされて上昇していく、そんなイメージを持っておく。動きとしてはこんな感じですね。上昇してそこで GMMA にサポートされて再び上昇していく、そして GMMA はこんな感じの動きをしてくるという、こういう動き方をしてくれば一旦の上昇の流れに乗っていけそう。そしてその上昇が止まったところから再び4時間足単位の下落に入っていくのかなという、そういうイメージができますね。そしてこのままダラダラと下落していった場合はその流れについていってもいいんですが、冷やし単位では結構安値圏にありますので、いつ反発上昇してくるかが分かりませんので、その辺は注意ですね。基本は一旦上昇を待ちたいところです。ドル円現在はかなり分かりにくい動きをしておりますので、もし上昇方向に動いてくればそこに短く乗っていってもいいし、で上昇してくれば次4時間足単位の戻り売りポイントにも来ますので、そうするとそこから売っていくっていうことも可能だと思います。
なので動きがあるまでは待つのがいいですね。動かない時に上昇するとか下落するっていうのを決めつけてトレードしてしまいますと、それはただのギャンブルになりますので、そうじゃなくってしっかり動き出し、例えば1時間足ですと先ほど言った水平線がありますよね。そこを抜けた方についていくっていう、そういう考え方ですね。なので動き出しを見て、そこからの次の流れに乗っていくっていうのが安全だと思いますが、下抜けた時だけはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。